ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回はマフティーの解説をしていこうかしらね。あれ、マフティーはもうやらなかったか？違うわマリサ。人としてのマフティーではなくて、組織としてのマフティーというか、メンバーの解説よ。誰をやるのぜ？全員やっちゃうわ。多くないんだぜ。私も少し悩んだのだけれどね。さすがに登場シーンが少なすぎて、個別にやろうとすると動画が短くなりすぎるか、ネタバレもりもりになるかって方向に行きそうでね。さすがに、ガチガチのネタバレはちょっとね。いくら昔の作品とはいえ、今が旬ではあるし。なのぜ。でも先が気になるなら、ぜひ原作版小説をお買い求めになってくれると嬉しいわ。きっと富野監督も喜ぶはずよ。お金入って。お金。さて、今回はそもそもがサブキャラ多めなのと、人数も多いのとがあるので、ライト、ガチとまとめてやっちゃうわね。とはいえサブキャラだし、考察より解説メインになるわ。というわけで、まず最初の解説だけども、一番手は渋い、ガウマンのビルおじさんね。かっこよかったのぜもう渋くて、かっこよくてかっこよかったのぜ。まあ確かにかっこよかったわね。パイロットとしての腕前も十分だし、原作版でも割と構成メンバーの過去とか謎なままなんだけど、一応ガウマンは数少ない、以前は何をしていたかが判明してる人よ。そうなのぜ。どうやらガウマンは、元連邦軍の兵隊さんらしいわ。なんと。ケネス曰く、遊びっぱなしの部署らしいけどもガウマンは実戦よりもきつい訓練ばかりだったって言ってるわ。まあこれ自体がブラフかもしれないのだけれど、実力は本物よね。ちなみに、今回はライトとガチ同時にやっちゃうから、小説版の描写から持ってきちゃうけども。実はこの人、マフティーに参加して以来恋人一人作れなかったと、内心で嘆いている可愛いおっさんなのよね。ガウマン。なんかほら、ラストのシーン見てもさ、若い兄ちゃんとか、若い姉ちゃんとか、気の良いハゲとかそんな連中ばかりじゃない？気の良いハゲ。そこでガウマンが余るってのはつまるところ、マフティーってほとんどが若い子って組織なのよね。ちなみに、妻も子供もいないようだけど、結婚願望はあって、子供も欲しいみたいだから、可愛いおっさんよね。意外な一面を知ってしまったのぜ。そうなのよね。ただ、基本的にはここまで色々書かれてないというか名前だけだったり、良いやつっていう印象だけだったりとか、薄めのキャラクターが多いから、ぜひ次回作やら外伝やらで設定マシマシにしてほしいところね。別にそれを前面に出せとは言わないけど、あるだけで愛着は湧いちゃうわね。愛着は大事なのぜ。他にも、映像になってみてわかる描写が面白かったわ。面白い？原作で知っているはずなのに、様々なアニメで伝統的な、空から降ってくるヒロインのムーブを、ガウマンがやっちゃったのが思わず笑っちゃったのよ。このムーブは、ユニコーンでもヒロインがやったし、今映画やってるレコンギスタだって、冒頭に空から女の子が降ってくるスタートじゃない？女の子空から降りまくりなのぜ。そうね。だからこそ、歴代降ってくる女の子の中に、結婚と子供に憧れる彼女なし中年ナイスガイおじさんが混ざってるのが、面白くてふふってなったわ。しかもちゃんと、主人公と主人公機がキャッチする上に、その中年おじさんはライバルの人質だったっていう、純度 100% ヒロイン属性まで持ってたから余計におかしくてね。お前ヒロインが欲しがる属性全部持ってったなって、しばらく私の中で尾を引いたわ。ガウマン、良いキャラになったわね。そう、ちなみになんだけど、ガウマンって劇中で街を盾にしたじゃない？あったのぜ。ちょっとひどいって思ったのぜ。あれね、小説版で保管されてるのだけど、ガウマンは追い詰められてするしかなかったのよね。そうなのぜ？ケネス指揮下になったグスタフ部隊が想像以上に強くてね。それで、ガウマンにできることといえば1対1に持ち込める接近戦に誘導することだけだったのよ。ほら、いろんな作品で言われてるけど、1対4はきついけど、1対1を4回ならなんとかいける、みたいな。割と効くのぜ。けど、グスタフ部隊は、今回は誘いには乗らず、市街地無視してミサイルぶっ放して。むごいのぜ。そうねほんと。さらに余談なのだけど、マフティーによるテロの被害より、連邦による被害の方が大きかったらしいわ。とはいえ、ここでメッサー1機を捕獲したことで、少なくともこのメッサー分の被害は二度と出ないって考えたら、まあ数字の上ではこっちの方が良いんじゃないかしらね。数字の上では、難しいわね、ほんと。難しいのぜ。さて、次は映画で一気にキャラが立った、エメラルダ・ズービンを語ろうかしら。面白いキャラだったのぜ。なんか攻撃的で怖い姉ちゃんかと思ったら、泣いちゃうのはびっくりしたのぜ。あれは私もびっくりしたわ。おかげで、考察が難しくなっちゃったこの一人よ。どういうことなのぜ？実はね、ガウマンとか、あとはケネスとかも、映画版でデザインめちゃくちゃ変わってるのよね。
そういや、ケネスは元のデザインはシャアみたいな、金髪オールバックだったのぜ。そうね、ガウマンあたりは用紙の説明なかったと思うのだけど、SD ガンダム G ジェネレーション F っていうゲームに登場する際、いろんなサブキャラに絵がついたのが初出だと思うわ。ちなみに私が一押しのミヘッシャちゃんは、初出のデザインだと赤毛で気の強そうなおばさんみたいな感じよ。というか、ぶっちゃけ全員面影霊よ逆に言うと、小説版で容姿の描写がなかったキャラなわけだしバリバリモリモリ変えてきてるわ。ハンサムになったキャラもいるけど、逆にすごいハンサムで知的だったのがヤバゲなおっさんになったのもいるわ。おっと、余談が過ぎたわね。まあつまり、何が言いたいかというと、その改変とか改良されたキャラの中で、エメラルダは性格まで小説と変わっちゃってるから、私の先方、小説版から持ってくる解説や考察が通用しないのよ。小説版だとどんなキャラだったのぜ？上辺の部分は同じよ。モビルスーツのテストに落ちた26歳の女性、までは小説版にも書かれてるわ。おう。ただね、小説版のエメラルダは思わず泣いちゃったりなんてしないし、上辺は同じ感じだけど、実はすごい慎重派で、ハサウェイの行動のブレーキ役だったりして、頼りにされてる姉子って感じなのよね。ふむ。でも、映画版は違うわよね。上辺は本当に同じだけど、ちょっと危なっかしいと思われてそうというか心配されながら愛されてるというか、やんちゃな妹、みたいな感じになってる気がしたわ。その弱みが見えて、私はちょっと良いなって思っちゃったわ。弱みなのぜ？そうね。特に私は原作やゲームのイメージが強かったから、姉子と見せかけて妹っぽかったと思ったら、もうギャップに負けた感じね。一気に愛着湧いちゃったわ。確かに、最後の金髪ゴリラとのシーンなんかも、姉子ってよりもみんなに愛されてる妹みたいな感じはしたのぜ。そうね。背伸びして頑張ってる感がすっごい出てたわね。個人的には、とても良い改変だと思うわ。映画の視聴者に、そして登場人物みんなに愛されつつ、ちょっと心配に思われてそうな感じ、素敵よね。さあ、じゃんじゃん行くわよ。次は、じわりじわり噂のミヘッシャヘンスちゃんよ。やけに可愛い子だったのぜ。そうねびっくりしたわ。なんか学校の委員長やってそうな見た目よね。めちゃくちゃ可愛かったのぜ。いやもう可愛いしか語ることないように思ったのだけど。可愛いからこそすっごい怖いことに気づいてしまったわ。おかしな宗教とか、真面目な人をその手の闇に勧誘する役割の女性って、可愛い人が多い、みたいな。お金使いまくれるカードを調べてた時のさ、ミヘッシャは勉強家だな、のあたりで、アムロのセリフをすっごい思い出しちゃったのよ。革命はいつもインテリが始めるってセリフを。なのぜ。ミヘッシャちゃん、すごく頭の良さそうな子に見えたのぜ。そうね真面目で頭が良くてあっさり騙された感じの子って感じよね。というかリアルでもいたわね、本当に。かなり大変なことをした、ヤバい高学歴宗教団体が。ミヘッシャちゃんってね、小説版だともっとただの工作員っぽい感じだったのよ。ミヘッシャは勉強家だな、あたりのシーンはそもそも小説版にはなかったと思うわ。確認不足だったらごめんね。それを、騙された真面目な女子大生感をここまでがっつり出してくるとは、いやいや恐れ入ったわ本当に可愛いわ。ぜひ G ジェネで使いたいけど、まあそれは別の話よね。騙された女学生。というか、劇場版の先行のハサウェイって、マフティーメンバーがやけに気の良い連中感がマシマシになってる気がするのよね。それはなんとなく感じたのぜ。みんな和気あいあいというか、仲良しこよしって感じよね。だからこそ、ゾッとするのだけれど。さあ、ゾッとしたところで、次はもっとゾッとする子よ。最後の最後でちらっと登場した、ケリアデイスさんよ。ゾッとするのぜ。公式のホームページの紹介では、ハサウェイの恋人、ハサウェイがマフティーに参加するきっかけを作った人物、とあるわね。漫画版と小説版の情報を掛け合わせつつ、の解説だけども。まず、本編開始前にハサウェイはうつ病だったのよね。で、ケリアはハサウェイを献身的に介護してくれて、お互いに結婚まで考えていたんだけども、ケリアは不法滞在者だから結婚できなかったのよ。ちなみにこのあたりは、漫画版の無料公開されてる範囲に含まれてるわね。ただ小説には、もっとゾワッとする描写があってね。ケリアは、ハサウェイが自分と同じ不法滞在者になることを、期待していたのよ。映画見てから小説版を読み直してね。私、以前の動画でハサウェイにはもう愛着マックスみたいに語ったじゃない？小説版でその一文を見つけたとき、思わず心の中で、お前かって叫んじゃったのよ。マフティーという組織の諸悪の根源は別にいたとしても、ハサウェイをマフティーに変えた諸悪の根源はこいつかってなっちゃったのよね。ケリアは悪い奴なのぜ。いいえ、他のマフティー参加者と同じよ。善意とか、人のためとか、世界のためって理由で、誰かを不幸にする人って意味よ。ただその中でも、ケリアは特に、あえてきつめに言うと、善意で動きながらも、自分の欲望を行動に混ぜて、自分のいる場所へとハサウェイを引きずり下ろした人って感じかしら。
ハサウェイを助けようとしてくれたことには感謝しているけれど、自分と同じとこに落とそうとしているのは、私をぞましく思っちゃうわ。キャリア好きな人いたらごめんなさいね。まあただ、キャリアもかなり浅はかな部分があって、ハサウェイがまさかマフティーそのものになるまでのし上がっちゃうとは思ってなかったみたい。軽い気持ちでテロに参加して、自分と同じとこにまで落ちてきてもらうつもりが、自分を置き去りにするレベルになられちゃうんだもの。難しいのぜ。なので、ごめんなさいね。私ちょっとキャリア許せないわ。異論や他の意見もぜひ聞きたいところだけど、完全に結論を出すのは、続編が出てからかしらねなのぜ。さて、これで一応小説版でそこそこ解説されてるマフティーメンバーたちは実は終わりなのだけども。終わりなのぜ。そうよ。最後の方に出てきた、モヒカンハゲとかは小説版でも詳細はなかったと思うわ。まとめて友達、気の良い奴らみたいな感じだったはずよ。見落としがあったらごめんね。あらただ、そうねちょっと番外編みたいになるけど、ある意味では一番改変させられたというか、本人の掲げている主義主張すらも無理やりねじ曲げられたというか、唯一かもしれない、解約させられた子を一人紹介しておこうかしら。解約なのぜ。まあ、笑い話として聞いてちょうだい。この子も、最後にちょろっと出てきた子なのだけども、彼女の名は、ジュリアスが、備品の整備が先だろうって文句言われながらも、クシーガンダムを興味深げに見てた子よ。なんか可愛かったのを覚えてるのぜ。彼女はこう考えているわ。男だけがトップレスで良いという歴史感覚は嫌いだね、と。彼女、本来はおっぱい丸出しなのよ。ハサウェイに注意されても、おっぱい丸出しなのよ。丸出し。ハサウェイは紳士だから、ジュリアの顔だけを見るように頑張ったりするのだけど、結局ジュリアの若い乳首を網膜に焼き付けたりしてるわ。ハサウェイ。でも悲しいかな、令和の世界でそれは NG だったみたいね。主義主張を神の手によって変えさせられたっぽいわね。そういえばさ、少し前に公式のツイッターでこんなことが書かれてたのだけど。ハサウェイが、ケネスに報告書みたいなのをサインするとこあったじゃない？そこで、ハサウェイの文字に、かなり詳細に指定が入ったのよ。ハサウェイのサインは、彼が壊れている感を出させるために、専門家を呼んでデザインしてもらったそうよ。それが、これよ。一応比較として、ギギのサインとケネスのサインも挙げてくれてるけども。ハサウェイのサインなんなのぜこれは。なるほどって思ったのは、ハサウェイの、A の文字が全部違うってとこよね。ゾッとするわねハサウェイ。作品として素晴らしい上に、なお書細部にまでこだわるのは本当に名作なのだけども。というわけで、今回はここまでよ。今日も見てくれてありがとうね。動画の構成悩んでるうちに登録者が1000人突破してたのぜ。本当にありがたいわね。でも今回ちょっと内容薄くて登録者減らないか心配だわ。次回は何を語るのぜ。もうだいぶ語り尽くした気はするのだけれど。組織としてのマフティーナビーユエリンの、ライト向け解説と、ガチ解説をやろうかとか悩んだりしてるわ。ただちょっと現実に寄りすぎててね。あくまでも先行のハサウェイから入った人向けのアムロとシャア解説か、CG とペイネロペイの考察メインの解説、あたりかしらねレコンギスタの劇場版が公開されたし、こちらも旬だとは思うのだけど、3作目をちゃんと見てから動画作りたいのよね。見に行く予定はあるのぜ。もちろんあるのだけど、行ったことのない片道25キロほど離れた映画館でしかやってなくてね。さすがにこの距離を複数回行くのはきついし、配信して欲しかったわ。ちなみに他の近場は片道60キロ超えてる場所だったわ。遠いのぜ。まあ、おいおいかしらね。あと、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してくれると、とっても嬉しいわ。よろしくなのぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。